こんにちは。第2回始めます。最初に使うキャラはミーミーです。モンキーボールのヒロインキャラですね。前回の後半と同じくスピード低めでハンドリングの高いキャラですが、今度はどのカスタムでもアクセルが高い傾向があります。コースはモンキーアイランドです。分かれ道が多いコースでライバルとあえて同じところに行くか、妨害されないため別の道に行くかと、どこに行くかの読み合いも大事ですね。変化がなく解説に余裕があるコースなので、前回の続きということでパンツァードラグーンの紹介をここでします。パンツァードラグーンはセガサターンで発売されたシューティングゲーム。画面構成やシステム面でも前回紹介したアフターバーナーに似たゲームです。ストーリーとしては簡単に説明すると、生物兵器等がある古代文明を掘り起こして、その力で世界を支配しようとする帝国がある引き動させた塔により2匹の竜が目覚めます。うち1匹は人間と共に戦う個体で、どうやら古代文明のものに因縁があるのか、主人公と共に戦うことに。作品は主要作品が4作あり、うち1つは RPG で世界観の掘り下げとかに一役買っています。なお RPG になっても位置取りに意味を持たせることやリアルタイムに近い戦闘するシステムにすることで、シューティングゲームさながらの戦略性を維持している作品らしいです。制作側のこだわりを感じますね。セガサターンで3作出ており異色ですが、ちょっと特殊な形であります。4作目の初代 XBOX に1作目が収録されており、この作品は XBOX の広報互換対応のため今でも買うことができる上に、高画質やフレームレート向上の効果も受けられます。お得ですね。ちなみに今まで紹介したゲームでもあったように、ライセンスを取得した会社が作ったリメイクが存在し、2020年に発売されました。こちらのリメイクは細かいところを挙げたら賛否が分かれるものの、基本はグラフィックの強化に合わせて色々と改善された点も多く、おおむね好評のようです。現在の展開ですが、実は初代以外の作品も同じ開発元がリメイクすると発表したものの、色々流れて実に5年続報がないままとなっています。最初の作品の評価が良かった分、今後も頑張ってほしいですね。他にも別の会社がシリーズ全体を通してストーリーを体感することを目的とした VR 版の開発を行っていますが、こちらも20年以降続報がなく、どうなるか気になりますね。そんな感じで根強い人気があり、有力な開発元がどんどん上がってくるくらい恵まれていますが、セガ側からは何もないし、その開発元も2社とも続報なしとちょっと怪しい雲行きです。無事リリースされてほしいですね。3週目なので走り方の解説です。最初のダッシュゾーンで飛び出したらトリックチャンスです。その先の道は色が変わってない方が短いので、そっちに行きましょう。抜けた先の坂道は石像が出ます。できれば回避しましょう。まあぶつかっても近くにダッシュパネルがあるのでリカバリー可能です。アイテムを持っている場合はぶつけて壊せます。その先の3つの道は一番手前が最短です。真ん中はとても遅い上に黄色ボックスも取れないので注意。ボックスの中身はアイスボール6個、防御に使うのがおすすめです。またこの先のボートエリアも直線が長いので、少し前にいるライバルはこれで狙い撃ちできるかも。坂になっている場所はトリックを入れられますが、あまり浮き上がらないため無理はしないように。たまにカプセルが降ってきて波が起きますが、これもあまり高く上がりません。渦巻きの部屋は動画と同じ場所ぐらいまでは近づいて大丈夫です。できる限りインコースで抜けましょう。これでゴールです。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。イベントクリア。必殺技はフラワーアタック。ボタンを押すと花が回転して周囲を攻撃します。次使うキャラはナックルズ。ステータスは見ての通り見事に綺麗に分かれたバランス型。どこでも一定以上の性能が出せるのは素直に強いです。ただし器用貧乏なためストレートやカーブが偏ったコースではそこまで性能が出ないのが残念。コースはギャラクティックパレード、ソニックカラーズのスターライトカーニバルからですね。
戦艦と光の道を走り、隕石地帯を飛行する美しいコースです。3周で走る場所が変わるので、結構解説が多くなりそうです。ちなみに、構造上、ストレートが多めです。そして、最も気をつけないといけないことが、光の道でしかないため、壁がありません。一部戦艦内とかでは壁がありますが、コースの大半の部分では、壁で反射するアイテムは、相手を直接狙う必要があり、アイテムによる攻撃や速度が乗ったライバルからの衝突で落とされることが多くなります。このような理由から序盤のコースのはずなのにかなり厳しい場所となります。最初の戦艦は3階までありますが、一番の A の道は周期で動いているため順位によっていけるか変わります。上にあるピボックスの中身はトリプルブーストなので、遅れている時に入れたら逆転のチャンス。落下に注意しつつダッシュパネルを乗り継ぎましょう。もう少し進むと直線上の道になる代わりにエッグチェイサーがレーザーを撃ってきます。レーザーの間は通れるため間に入るか安定を取る場合は出していない方の列に移動しましょうと説明したのですが、エッグチェイサーの被害を受けるのはトップのプレイヤーです。今回は3位ということもあり、今言ったアドバイスの動きは見せることができません。後ろの時はエッグチェイサーの動きを見て逃げそうな位置に飛び道具を飛ばしてやりましょう。これで逆転を狙います。アイテムの説明です。ロケット花火は壁に当たると反射するアイテム。まあ前作やクロスワールドのロケットパンチですね。ツイスターは攻撃を受けると車体が逆向きになりハンドル入力が逆になります。ツイスターの攻撃はほぼ減速しないのであまり脅威になりません。2周連続でトリプルブースト。これならさすがにナックルズでも追いつけるでしょう。2周目からはコース後半が飛行パートになります。隕石が浮いているのでこれを使うとリスクブーストが出せます。積極的に近づいて狙っていきましょう。アイテムの説明と回避システムについて解説です。ラジコンカーはいわゆるホーミング系の武器、相手を追尾してくれます。防ぐにはアイテムで相殺するか警告が鳴って画面のアラートが点滅した時にブーストすると誘導が切れます。このブーストはダッシュパネルやアイテムによるものはもちろんドリフト中のものでも大丈夫です。ちなみに先ほど当たってましたが、あれはアラートが光るちょっと前だったので普通にタイミングが悪いです。背面攻撃ですが、キャラの顔が後ろに出ている位置はほぼそのままなので顔が自分の後ろに来た時に飛ばせば大体当たります。大臣戦でも割と狙いやすいですが、知っているプレイヤーだと当然警戒されるので注意。あとはダッシュパネルとかボックスの位置を狙っておくと普通に当たりやすいです。レーザーはだんだん上がってくるので上がりきる前に移動すればセーフです。動画のようにダッシュパネルを乗り継ぐのがベストですね。シャドウに抜かされましたが、まあリスクブーストとかで抜き返せるでしょう。あとはスピードタイプなので攻撃当てれば確実ですね。なぜか壁にぶつかったので普通に行けました。あとは勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。2回転トランスフォームブースト。レースを完全に支配してるぞ。フィニッシュ。ワンダフル1位だ。イベントクリア。まあ本気出せばこんなもんだ。必殺技はマスターエメラルド。エメラルドの波動で相手を吹き飛ばします。範囲は思ったより広めな気がします。先ほどのレースでボートが登場しなかったのでおまけでボートパートちょっとだけ入れます。今後もたまにこういうことあります。次使うキャラはジョー・ムサシ、忍びシリーズの主人公ですね。性能としてはナックルズと似ているものの、こちらはブーストが高めかつカスタムを変えてもスピードも落ちにくいです。ブーストを繰り返して攻めていきましょう。コースはネオジード秘密基地、洞窟から池の水パートに、後半は門をくぐった庭を走ると
あらゆるレースゲームを見ても珍しいシチュエーションですね。和の雰囲気が楽しめます。原作についての解説です。忍びシリーズはアーケード原作のアクションゲーム。シンプルな 2D アクションで手裏剣や刀で戦う忍者らしいアクションとそれを彩る音楽や力の入った演出があり人気が出たシリーズです。秘密結社ジードとジョー・ムサシの戦いが描かれます。シリーズはいろいろと続いていきましたが、その中でも主人公の交代や 3D 版があったりと時代に合わせていろいろと変化をしていった作品でもあります。難易度はアーケードが元ということもあり、どの作品でも高難易度な点が問題に当たりやすいゲームです。ただその分綺麗に動かせるときは爽快感も増していくような作りの作品が多いのも事実で、決して難しいからつまらないとなっていないのがこのシリーズの魅力なんでしょう。移植に関しては様々な機種で行われており、初期の3作なら比較的容易にプレイ可能です。ここまで紹介しておいて実はやったことないのですが、なんと今年の8月に新作が出ます。そちらは予告映像を見る限り原点回帰と言えるようなスタイリッシュな 2D アクションでぜひとも交流して遊びたいと思っています。最近のゲームにしては珍しくパッケージ版も存在するぐらいの作品なのに値段も安めなので、興味がある人はぜひ。人気が出たとか言いましたが、忍びってそんなに知名度あったっけと思う人もいると思います。これの答えなんですが、ソニックと同じで主に海外での人気が原因です。そりゃこんな忍者がデザインでかっこいいアクションがあれば人気出ますよね。そのため日本未発売の作品もいくつかあります。少し余裕があるので話してしまいますが、セガサターンで出た作品はなんと実写の取り込みです。実写ムービーに加えゲーム中のモデルの実写映像が使われています。この時期といえばプレステとかでも何社かやってたし、同じサターンでもストリートファイターの実写版とかありましたからね。時代に合わせていろいろ作られたと話しましたが、本当に抜け目なく作品作ってくれましたね。実写系はメガ CD やサターンで海外の方でも結構やってたんですよね。評価はまあファンタジーのようなどうしても作品とかだと下がりますが、謎の中毒性がある作品だと爆芸として人気が出てる気がします。3周目なので走り方の解説です。スタートから少し進むと右に道が見えますが、少しだけ遠回りになるので乱戦時とかじゃなければできれば左に行きましょう。洞窟に入ってアイテムボックスの直後の落下ですが、長いので3から4回トリックしましょう。その先は真ん中に像があって2分岐となりますが、どっちに行っても変わらないため近い方に行きましょう。大仏の前はダッシュゾーンのある方が遠回り、アイテムボックスがある方が近道です。さらにその先の陸路も2分岐で右の方が早いです。後半エリア全部に入れますが、階段の場所を走り終えた際にトリック1回できますので必ずやっておきましょう。ラストスパートは階段の連続、最後だけは3回ぐらいできるので多めにトリックするのがおすすめです。また登り切った後のゴール前ですが、左に行くとほんの少しのショートカットの代わりにその道にはかかしが置いてあって、ぶつかるとスピンするので個人的には右側から普通に回り道がいいと思います。珍しく圧勝でしたね。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。フィニッシュ1位だ。素晴らしい。イベントクリア。良い勝負でござったな。必殺技は下流の術。原作の設定だとマグマを呼び起こし竜のように操る壮大な技なのですが、さすがにレースで再現するのは難しいのか、炎を相手に飛ばす感じの技です。トーミング性能あり、即優秀、射程長いとかなり強いです。このパート最後のキャラはダイス。セガの開発した RPG エターナルアルカディアのキャラクターですね。好奇心旺盛に世界を冒険する主人公です。ステータスは前作のエッグマンのようなブーストとスピードが両方高く、他を捨てた感じです。タイムアタックとかでは重宝しますが、レースだと少しのミスが命取りに。コースは青の空賊島。青の空賊というのは簡単に言うと貴族のような悪人にしか害を加えない空賊のことですね。
変化が激しいコースなので走り方の解説が多めになります。壮大なマップのせいか処理落ちがひどくロケットスタート失敗です。それだけ処理がある背景の演出とかには注目ですね。橋を渡った後の分岐は上と下に分かれますが下の方が早いです。ただし下には木箱が置いてありぶつかると減速するので注意。原作の軽い紹介です。後ほど同じテーマで人気作品がいくつか生まれるものの空賊というテーマの RPG は当初はこれだけと言えるぐらいでとても評価されました。今は完全にいらないものですがドリームキャストでは珍しく安価な序盤だけのパッケージを買ってからのオンラインアップグレードが可能なバージョンの存在とセガ側の商売においても新しい挑戦がありましたね。ゲームキューブに移植されて以降は特に続編やリマスターもないのでこの作品の参戦は驚いた人が多いと思います。高パートは丸く陸か水かの選択です。水の方が正面に進むだけなので走りやすいです。というか明らかに遠回りだし陸の道の中でも分岐が多くさらに落下の危険性もあるとここ陸の利点あるんですかと思うぐらいに陸に行く意味がないような気がします。2周目ですがクロスワールドの変化に近い感じで基本は1周目と同じところを通るものの細かい場所が変わっています。砲撃されてしまう上の道が一部ダートゾーンに下の道は穴ができて落下しやすくなります。ちなみに上の道の段差は2周目限定です。もちろん最速は下なのですがこれがあるおかげで1周目よりかは早く抜けることができます。高パートですが先ほどの洞窟を上に行ってみましょう。ちなみに多分下の方が早いですが上は橋があって少し通りにくい代わりにキボックスがあります。中身はラジコンカー3つとかなりいいものです。一応紹介兼ねて陸路で行きます。橋で飛び上がった先にキボックスが見えますが中身はトリプルブーストです。ただしかなりシビアな操作が必要で今回失敗してます。まあこれとっても道が遠回りすぎるのでやっぱりこっちは来る価値がないと思います。3周目はついに陸路が破壊されて終始高パートに空賊のように自由に飛び回りましょう。動いている戦艦も止まっている戦艦もリスクブーストに使えます。速度が出ている場合は住んでいる戦艦を追いかけながらやってみましょう。いつもの洞窟ですが攻撃でバラバラになっているため今回は上ルートがありません。破片をうまくリスクブーストに使いましょう。あとは右寄りで飛行するだけで終わりです。勝利演出と必殺技を見て終わりましょう。そういえば現状なんですが先ほど言ったようにゲームキューブの移植が最後です。 PC 版も開発してたそうですが中止に。一応2021年に当時連載してた漫画の電子版販売が発表されましたが以降動きがありません。開発スタッフがセガに残ってないこともあってかジャイアントエッグと違って復刻の意思もないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。参考になったらぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。必殺技は砲撃。原作では船で戦うパートもあったのでその再現なのですが左右にしか攻撃できないせいでかなり使いにくいです。ロマン技ですね。